どうも、ダイキングです。本日も動画見ていただきありがとうございます。今回は iPhone 14 Pro の3ヶ月レビューですね。長期間使った感想と、後悔したポイント一つっていうところで、こちらをね、皆さんとシェアしたいなと思っております。で、iPhone 14 Pro がですね、9月に登場してからもう3ヶ月が経ちました。なんで気になる方もね、多いと思うんですけども、そうですよね。だって高いんだもん。14 Pro なんと15万円します。そこら辺のパソコンより高いですね。最近やっぱスマートフォンもね、高騰もありますけども、そんな中やっぱ後悔したくない方にやっぱ送る動画に今回はなっております。皆さんもありますよね。なんかその買ってみて、なんかちょっと違ったなみたいな。特にやっぱ高いものになるとね、ただね、一応言うとその金がね、使って、非常に良かったです。14 Pro 自体は。で、買って良かったかって言われると、良かったんですけど、ただこの一つを除いてはっていうところで、結論から言うとそのバッテリーっていう部分なんですけども、本当ここについてちょっと話したいので、今回動画作ったと言っても過言ではないです。とはいえね、その基本的な新機能とかについてもしっかりと分かりやすくね、解説しますので、大丈夫です。分からなくても全然大丈夫です。もうこの動画をね、見た時点でもうあなたは勝ちました。はい。もう勝ち確決定ですね。僕が何とかしますんで、なんで使ってみて、もちろんその良かった点だったりとか、いまいちなところをですね、もちろん、じゃあ買う価値があるのかみたいなところもしっかりね、シェアしたいと思いますので、ぜひ皆さんのね、コメントもね、いただきたいと思ってまして、じゃあ今どんなね、iPhone とかスマートフォンお使いですか？じゃあこういった理由で買いたいとか、変えてみてね、こう良かったよみたいなところが、やっぱ参考になると思うんで、そういった体験なりをぜひコメントでね、シェアしていただければなと思います。で、また今回のレビュー以外もですね、ほんと正直に、Apple 製品とかだったりとか、本当にやっぱこれはいいなって本当ガジェットですね。と思ったものだけ、紹介していきますので、そういった動画をね、これからも見逃したくないよっていう方はぜひね、今のうちにね、チャンネル登録してもらえればなと思います。ということで、まず、なんでそもそもね、iPhone 14 Pro を選んだのかっていうところなんですけども、やっぱりこの片手で収まるこのサイズ感ですよね。今持ってるんですけど、サイズ感の中に、やっぱプロ向けのその機能っていうのがしっかりこう入ってるっていうか、小さいサイズに収まってるっていうね、6.1 インチっていうサイズに収まってるっていうところ、その中にやっぱり4800万画素ですね。今回48メガピクセルの、ちょっと高画質なカメラだったりとか、綺麗なその動画性能ですね。シネマティックモードとかあるんですけど、バッテリー持ちとかも、なかなか別に悪いわけではないんですけど、もう一つ、そのモデルとしては14 Pro Max っていうのがあるんですけども、今思うとその Pro Max でも良かったかなって思ってるわけですよ。正直言うとね性能的なところはもちろん、全く同じなんですけども、あとは本当見た通りその 6.7 インチって感じで画面サイズが大きいっていうところはあります、プロマックスが。ただね、この大事なポイントなんですけど、プロとプロマックスのこの大きな違いっていうのが、やっぱバッテリー持ちなんですよね。本体が大きい分、やっぱバッテリー持ちも結構違いますと。大体そのビデオ再生、YouTube 見たりとかだと思うんですけども、大体5時間から6時間ぐらいは数値的にもね、違うんですけど、なんでプロマックスだと1日使ってそのバッテリーがなかなかなくなるってことはないんじゃないかなと思います。そもそもじゃあね、なんで14 Pro にしたのかっていうと、もうちょっと深掘りすると、13 Pro もちろんね、以前使ってたんですけども、iPhone 13 Pro のバッテリー持ちって結構良かったんですよね。1年間使って、本当その1日中、1日の中で、じゃあバッテリーがね、消えちゃうみたいなことって、ほとんどなかったんですよ。このまず体験があったのがベースなんですけど、なんで14 Pro でも、持つんじゃないかって思うじゃないですか。そう考えるとね。ただね、今回やっぱそのバッテリー持ちっていうのは明らかに悪くなってると思います。13 Pro と比べてっていうところですね。悪くなってるというよりは、やっぱ消費電力が増えてるから、その分やっぱ持ちが悪くなってるっていう言い方が正しいんじゃないかなと。新機能としてその常時表示ディスプレイっていう搭載されたんですけど、iPhone には今回初めてずっとその画面がね、点灯して時間とかが見えるっていうね、機能なんですよね。画面が来たんですけども、もちろんこれ Android ではもう結構もう数年前から全然ある機能ではあるんですけど、最近やっぱ Apple の傾向としてその Android にあった機能を後追いでかなりこうちゃんと改善してですね、すごい使いやすくしたりとかしていい形にして後から搭載してくるみたいなね、あったので、これが常時表示もそういうのもあって結構持つんじゃないかなっていうのを思ってやっぱり14 Pro を買ったわけなんですよね。なんで14 Pro のサイズでも13 Pro に近いバッテリー持ちをしてくれるんじゃないかという期待があったと。ただなんで結論から言うとあんまりバッテリー持ちが良くなかったっていうところですね。13 Pro に比べたらっていうところなんですけど、なんで普通に使う分にはもちろん1日ね、ギリギリ持つっちゃ持つんですけど、使い方によりますけどもちろん。そういったこともあって、それを使ってからね、やっぱ感じたので、なんで常時表示を使うのであればね、もちろん切ればいいっていう話もあるんですけど、これだってやっぱプロマックスにしといたらよかったかなっていうのはありました。ただね、まだやっぱ在庫っていうのがあんまり安定してないので、2、3週間ぐらいかかるんですかね。いい
かっていうのを諦めてるっていうのがね、それがまあ結構まあ本音かなっていう感じです。とはいえね、やっぱ最初よりはその機能的な部分はまあ中身はちょっと改善されつつはありまして、まあ、前の動画でね詳しく解説したんですけども、まあ、今回iOS16.2 っていうのが新しくね登場しました。常時表示ディスプレイのこうカスタマイズみたいなのがねできるようになったんですよ。やっぱりバッテリー持ちが悪いからっていうまあフィードバックが多分あったと思うんですよ、アップルにもね。一応設定のアプリからその画面表示とその明るさっていうところがあるんですけど、その項目の中に常時表示ディスプレイをねオンにするかオフにするか項目があるんですけど、まあ、これは前からあったんですけど、でその中にそのロックしてる際にじゃあ壁紙をねロックしてても表示するかどうかみたいなところややこしいんですけど、まあ通知をじゃあ見えないようにするとか、まあ、そういったところもねやっぱ増えましたね、設定として。最初からずっと話してるですね、このバッテリー消費のところ少しでもやっぱ改善するためにやっぱその真っ黒い、ね、画面の方がもちろんバッテリー消費は少なくなるので、通知に関してとかももちろんそうなんですけど、まあ、やっぱり結構常時表示の画面が割と明るいので、まあ、もちろんその便利っていう部分はあるんですけど、まあ、その反面で割とねやっぱ気になったりとかするんですよね、ついてるっていうのがあって、はい、特にやっぱ夜とか暗い時っていうのは結構まあ明るく感じちゃうっていう時もあって、そこら辺もやってやっぱ通知を消したりするとかの設定を増やしたんじゃないかなと思います。実際一応壁紙をじゃあ常時表示オフで、まあ、使ってはいるんですけど、ただ今の段階ではあんまりそんな大きな違いは感じてないです、正直言うと。なんかちょっと増えたような気はするんですけど、まあ、まだ僕も2日ぐらいしか使ってないんで、またちょっと次のレビューとかで判断しようかなと思うんですけども、実際オンとオフでちょっと使い分けてみたりとかしてというのがまあ正直な感想ですね。まあなんでその後悔したポイントとすれば、まあ、やっぱりバッテリー持ちが思ったより良くなかったっていう、まあ、常時表示があるからっていうところですね。まあ切れば多分13 Pro ぐらいのバッテリー持ちは来ると思うんですけど、まあ、それやったら14 Pro なんで買ったのっていう話になっちゃうんで、まあ一応使ってはいるんですけど、一応ね iPhone 14 Pro はとはいえね、まあいろいろ良かった点もあるんで話していこうかなと思うんですけど、14 Pro はやっぱ13 Pro に、まあ、比べると、まあ基本的にはその中身のまあアップデートですねが多いとはいえですね、やっぱそのデザインだったりとか本当高級感とかについてはやっぱベストなスマートフォンのまあ一つなんじゃないかなと思います。非常にこう所有欲を満たしてくれるというか、まあ正面から見てね結構まあフラットでまあシンプルなデザインにはなってるんですけど、そういったところに非常にかっこよさは感じます。でその上でやっぱりその大きさの面プロマックスとは違ってやっぱりその片手でねこれが収まる、しっかり持てて使いやすいっていうねところはやっぱりあります。 6.1 インチいいなっていうところ、なんだかんだやっぱ14 Pro いいんですよね、そういう意味ではね、どっちやねんって感じだけど背面に関しては非常にこうマットな仕上がりではあるんですけども、ツヤ感もあるんだけども、まあ結構こうサラサラしたようなね触り心地なんですよね。で指紋もやっぱそんな目立たないので、まあ、いいかなと思います。ただしやっぱ側面が、このステンレススチール使われてるんですけども、ここはかなりやっぱ指紋が目立ちますね。もうすぐ汚れちゃいます。光沢感があってこのかっこよさっていうのはもちろんあるんですけど、ちょっとやっぱ滑りやすさっていうのもねやっぱ感じるので、なんだかんだこうケースとかつけたりとか、まあ、リングとかこうやってつけたりとかやっぱ使いますね。ちょっと怖いんですよね、やっぱね落としそうで。で今回のこの新色のディープパープルはまあ個人的にもまあ結構まあ気に入ってはいますね。割とまあ暗めであるので、まあ、ブラックに近い印象っていうのももちろんあるんですけど、パッと見やっぱちょっと黒っぽいんで、ただやっぱ明るい場面とか光が当たるとすごいそのパープルっていうのがね分かるっていうか、まあ、なんでその光の当たり方によってこう表情が結構変わるので面白いなと思います。とまあ今回の14シリーズにはそのセーフティー機能っていうのがまあ強化されてまして、一つがその衝突事故検知っていうのがあって、まあこれできればねあんま使いたくないんですけど、自動車で例えば重大なその衝突事故をバーンと起こしちゃうみたいな、起こしたくないけど、まあそういったものを iPhone がまあ自動で検知して、まあ、救助をこう呼んでくれるっていうね形ですね。まあ、事故ってなんか確かね10秒ぐらいは電話しますかみたいな通知で、それでもう何も反応なかったら119とかされるらしいですね。まあ日本もまだ非対応なんですけど、衛星通信でこう救助をこう呼べるみたいな機能もあります。電波がない場所で、まあ、いわゆるその遭難しても、まあ、空がね見える状況だったらこうやってなんか衛星通信探して呼べるらしいです。ただこれ、まあ、まだ日本は非対応っていうところだったりとか、今のところまあ最初の2年間無料なんだけど、その後はおそらくなんか月額でお金取るのか分かんないですけど、そういうのがあるらしいです。価格とかはまだ分かんないんですけど、あとまあ使っていて、まあ、コメントでよくいただいたのがそのカメラの出っ張りですね。これはどんどんね年々でかくなっているんですけども、まあどうしても本当もう机とかも対談とか置くともう結構ガタつくぐらいの大きさ、ガタガタするぐらい、まあ割とそのアンバランスな感じっていうのは否めないかなと思います。ケースとかつけるとまあそんな気にはなんないんですけど、ワイヤレス充電器とか使うとまあちょっと位置探すのがねちょっとアンバランスなんで大変っていうのはあるんですけども、ただやっぱマグセーフ充電っていうね磁石でカチッと充電するっていうシステ
ムがね、iPhone 12から入ってるんで、これめちゃめちゃ便利ですね。でいろんなね、そのアクセサリーを、ね、つけることができるんで、おすすめのまだ動画で紹介してるんで、そちらもちょっとね、参考にしてもらいたいんですけども、で、その中でね、今回今一押しなのが、紹介するこのスポンサーなんですけども、ラミカルですね、のリングです。もちろんね、その案件だから紹介するんでしょみたいな。わかります？言いたいこと。はい。それも、もちろんなくもないんだけど、これマジで毎日のように使ってます。というよりは使ってよかったんで、使ってね、自分が良かったもんなんで、本当に紹介してるって感じですね。で、前の動画で紹介してたんですけど、実際結構売れてて、で、コメントもね、いただいてるんですよね。その動画で見てほしいんですけど、この喜びの声っていうのがね、届いてますんで、良かったなと思うんですけど、いわゆるそのスマホリングなんですけど、これ360度回転式なんですよ。しますと。普通のリングはやっぱ固定ってものがほとんどで、こう動かすっていうことが、できないんですけど、回ることで、なんていうかな、絶妙なこの手の位置にね、収まるというか、はい、自分でこう探せるっていうのがいいなっていうところで、もちろんこれだけじゃなくて、そのスタンドとしても使うことができまして、例えばじゃあ横向きにしてこの動画を見たりとか、そういったこともいいですし、角度も一応変えれたりもするのかな。3way ぐらいは使えると思います。で、またこの縦置きみたいにおいて、14 Pro やっぱその常時表示ディスプレイあるんで、それを見ながら、もちろんこうね、スマホをいじること自体もできますし、活用することもできるって感じですかね。常時表示。で、付属でまたリングとかもついてくるんで、もちろんそのマグセーフ対応じゃないものであっても、iPhone とかね、Android とかでも、このリングというかつければ使えるので、しかも結構磁力強いですね、これ。ひっついてなかなか取れなくなって俺びっくりしたんですけど、これなんでぜひね、ちょっとお試しいただきたいかなっていう感じ。こんななんかいろいろ言ってもって感じだと思うんで、とりあえずね、使えばわかります。いいかどうかっていうのは、はい。とりあえず買ってくれ。はい。もうそれしか言えない。下手かっていうね。今回一応特別にクーポンコードっていうのもいただきましたので、別に多分普通に他の人にね、プレゼントとか、今日たまたまクリスマスイブなんですけど、ちょっとプレゼントっていう形で、概要欄に一応詳細は載せておきますので、クーポンコード入れてもらうと安くなると思うんで、ぜひ使ってみてね、コメントしてみてください。ダメだったらダメだったら言ってください。もちろん。ダメじゃねえかっつってね。そこはもう正直に受け止めます。でも、自信はあるんで、買ってみてください。はい。あとはね、ちょっと簡単にカメラ性能とか見たいと思うんですけども、Pixel 7ね、Android もう使ってるんですけど、一応ね、シャッタースピードとかも比べてみたんですけども、ラグというかその遅れが全然なくて、すごいなと思って、iPhone プーワーンってね、やっぱ連写できるんで、あんま使うことないかもしれないですけど、Pixel とか結構遅れてたんで、意外となんかできないんだなと思って、面白いなと思いました。はい。まずは、これ超広角カメラなんですけども、広い画角でね、撮れるんですけど、これも結構バッチリ余ればですね、非常にこうダイナミックで、この綺麗に撮れるというか、キャンプ行った時に撮ったんですけど、超広角でも、やっぱりそのロー撮影っていうのができるので、空の結構色合いから土のね、この細かい草のとこまで、本当明るい環境だと結構威力を発揮するかなっていう。ただちょっと暗い環境だとノイズがね目立つ時はあるんですけど、48メガピクセル入って、クワッドセンサーかな、セルセンサーで、暗闇でも結構ねそれが強力に強くなったので撮れなくはないかなと思います。今回これで撮ってみたんですけど、ただノイズとかやっぱりちょっとねなんかバグってるみたいなところもねなんかよく見てあるんで、基本的には大きくは13 Pro とやっぱ変わんないかなっていう印象です。今回大きい変化として変わったその48メガピクセルの4800万画素になった広角カメラなんですけど、これメインのカメラですね。やっぱもちろん綺麗ではありますね。進化的にはやっぱこっちの方が大きいと思うんで、今までの本当 iPhone 通りですね、見たままの状況をこう忠実にやっぱ再現してくれるっていう形ですね。これ良くも悪くもなんですけど、非常にこう綺麗にね撮れるんですけども、ただ初期設定では今まで通りのその12メガピクセル1200万画素の画質ですね。なので、写真を撮る際にそのロー撮影っていうのをこの右上にあるんですけど、オンにするっていうね形しないと48メガではメガピクセルで一応撮れないっていう仕様になってるのは注意ですかね。綺麗に撮れるのはもちろんなんですけども、後で結構やっぱ編集の幅が広がるんですね。ローデータっていうのデータ量が多いので、ただ容量も今までのどうですか30から40倍ぐらいは増えてるので、この同じような環境で撮った写真が、今までだったら大体 1.5 メガバイトとかだったものなんですけども、これをプロローっていうね、要するにデータ量が非常にあるんですけど、それで撮影すると、53メガぐらいになったのかな。なんで大体単純計算で36倍ぐらいになってたんで、プロロー1枚で今までの写真の大体30枚から40枚ぐらいの容量を使ってるというところです。VSCO とかねアプリで編集したりもするんですけども、やっぱ光の調節とかコントラストとかは非常にねやっぱデータ量が多い分、なんだか奥行きが広いイメージですかね。なんかロー写真って編集の幅広がるんで、そういうの楽しみたい方はいいんじゃないかなと思います。あと動画性能についてなんですけど、やっぱり今現状のスマートフォンの中ではもうトップクラスって言っていいんじゃないかなと。
はい、まずやっぱその手ブレ補正とかに関してはこれはもうほんと前からなんですけども、ほんとブレないというか十分強力なのはもちろんなんですけども、きめ細かいその描写とか、特に HDR ハイダイナミックレンジか、光のその強いところと、弱いところ、強弱とかもそういう描写とかも基本的にやっぱ綺麗だったりしますし、特にやっぱそのシネマティックモードが iPhone、13 Pro かな、13シリーズから入ったんですけど、後ろを綺麗にねぼかしてくれる、ちょっと一眼レフみたいな感じで撮れる機能なんですけど、これも全然ねまだまだ万能って感じではないんですけども、うまくこうぼかしがね、できてなかったりとかあるんですけど、最近のね、僕のそのレビュー動画とかも結構ほんと iPhone で撮る機会は多くなってまして、もちろんやっぱスマホなんでもう手軽にやっぱ撮れるっていうところはあるんですけども、さらにそのエアドロップっていうね機能で簡単にもうね何もつながずに MacBook とかにヒュッて送れるんですよね。割と結構重めのデータとかでも送れるので、このやっぱ便利さと手軽さですね、これがやっぱさっと撮って送れるっていうのがめちゃめちゃいいですね。動画自体も綺麗だし、でまたこの動画の新しい機能としては今回入ったのが、アクションモードっていうのがね入ってまして、最近ねそのGoPro とかも出たんですけども、簡単に言うとそのちょっと GoPro っぽい機能が入ったみたいな感じですかね。手ブレ補正みたいな、アクションカメラみたいなその手ブレ補正、結構強力めな手ブレ補正機能が入ってますっていう感じですね。これ結構面白いんですけども、割とブレないっていうか、一応その iPhone、13 Pro とこれ一緒に撮って撮影したものなんですけども、途中から走って、結構地面とかもこれ段差実際あって、実際は結構揺れまくってるんですけども、比較でねこれ載せてるんで、手ブレがこの抑えられてっていうのが、非常に分かりやすいんじゃないかなと思います。これでも割と使えるんじゃないかなと思いました。はい。iPhone にほんとちょっとした GoPro がついたような感じなんで、僕は正直あんま使う機会今のところないんですけども、例えばじゃあちょっと、今の時期だとスノーボード行ったりとかスキーでちょっとこう滑りながらね景色映したりとか、そういった時に活用できるんじゃないかなっていうところで、ただちょっと解像度とかに関しては 2.8K までなんで 4K とか撮れなかったりしたりとか、ちょっと画角は狭めなんですよね。このブレてるとこの真ん中を多分使ってると思うんで、万能ではないけど結構面白い機能ではあるかなと思います。あとはね今回新しい機能としてはダイナミックアイランド、これ見てわかる通りなんですけど、今までそのノッチっていう上に切り抜きがあったと思うんですけども、これが本当独立して島みたいになってこう自由にね動くんで、ダイナミックに動くんでダイナミック島みたいな感じですかね。はい、ダイナミックアイランド、邪魔といえば邪魔なんですけども、ただこの部分と中身のその OS のやっぱ融合っていうんですかね、中の動きのアニメーションみたいなのが非常にこれ面白くて、結構いい体験を生んでくれてるのは事実かなと思います。特にやっぱ通知で今までその画面が遮られてたようなね、バッテリーなくなりましたみたいなとかね、結構もううざいじゃないですか、ああいうの。はい、スムーズにそういったものはスムーズに表示されるので、遮りなくでも通知もちゃんと来るみたいな感じですね。なので結構他のことをやりながらでもこう邪魔にならないというか、マルチタスクとかに関して非常にやりやすくなったんじゃないかなと思います。徐々にいろんなアプリにこう広がってきてるので、なんで前回の動画でちょっと紹介したようなカスタマイズみたいなのもできるようなになってきてるので、いろいろとこうね上に表示したりとかできるんで、カスタマイズですね、いろいろと調べてもらうのも面白いんじゃないかなと。はい、あと一応スピーカー性能ついてたんですけど、これはもう聞いてもらう方が早いと思うんで、はい、ちょっとぜひどうぞですね。はい。いかがだったでしょうか。ぜひちょっと感想をねコメントいただければと思うんですけど、もちろんその Pixel 7と、価格とかがね、もちろん違うとはいえですね、多分7 Pro とかでもそんな変わんないと思うんですけど、 iPhone のスピーカーってやっぱりいいんですよね。今回特に13 Pro よりもちょっと良くなったかなって感じではありますけど、音の臨場感がすごい良くて、このサイズ感から出てる感じの音じゃないっていうかね、迫力を感じるし、中のその音自体も綺麗だし、いい点かなと思います。最後じゃあ買うべきかどうかみたいなところですね。結論みたいなところなんですけど、全然 iPhone 14 Pro 買っていいと思います。もちろん非常に、おすすめすることはできます。全然買ってよかったと思います。一つのところを除いて。はい。ただしじゃあ13 Pro から変えてインパクトっていうのはそんなにないです、正直ね。もちろんそのダイナミックアイランド面白かったりもしますし、ディープパープルも美しいし、新しいテクノロジーを感じたいっていうか、そういったところはやっぱ13 Pro からでも楽
楽しめるかなっていうところです。ただそれが万人に、おすすめできるかっていうとちょっと難しいかなっていうところで、値段も値段だし、無理に変える必要はないのかなっていうところはあります。で、最初にやっぱ伝えた通り、そのバッテリー持ちに関してはやっぱりちょっといまいちなところっていうのは未だにちょっと改善されてはないので、やっぱそのバッテリー持ちにプライオリティというかね、優先度高い人はやっぱプロマックスがいいんじゃないかなと思います。一応15,000円ぐらいでプラスかな、買えると思うんで、高いけどね、はい、ちょっとその古い機種とかに比べるとね、14 Pro でも全然いいんですけど、サイズ感との相談にもなりますし、ただ13 Pro でもいいかなっていうところはありますね。その価格を考えると。特に古い機種 iPhone、10とか 10R とかから買える方が非常に多いみたいで、というかもうコメントたくさんありがとうございますって感じなんですけども、ここまでね、というかもう動画も見てくれてるだけでもう iPhone マスターですよ。知れたと思うんで、はい、いろんな動画見てくれてね、たどり着いたとは思うんですけども、僕の基本的に役目は背中を押すことかなみたいなところが、本当正直にね、レビューして、後悔ないようにね、買ってもらうことだと思ってるんで、今回結構総集編みたいな感じだったんですけど、参考になれば幸いです。以上、再生リストにまとめてですね、14 Pro の、今までのレビューだったりとか、あとこれいいよなっていうアクセサリー類ね、もういいものしかもちろん紹介してないんで、そこら辺の活用とかもですね、iOS の使い方も前回やりましたし、そこら辺もぜひね、ちょっと楽しんでもらえればなと思います。で、現在ありがたいことにね、ちょうど、登録者ももうすぐ 1.5 万人ぐらい登録していただいているこのチャンネルでですね、Apple 製品をはじめとしたね、レビューだったり、本当に自分が使っていいものだけをね、紹介しておりますので、またちょっとご覧いただければね、幸いです。ということで、今回も最後まで見てくれてありがとうございました。もしこの動画少しでもためになったなと思ったら、ぜひいいねとかね、コメントをしていただければと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。クリスマスも働こう。寒いな。